サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、長いバイアステープの作り方です。長いバイアステープは小物作りの際にもあるととても便利だと思います。以前作り方をご紹介させていただいた防水の食事用エプロンでも長いバイアステープを使いました。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。バイアステープの材料を紹介します。生地は正方形のサイズでご用意ください。今回は縦50センチ、横幅50センチのサイズで用意しました。生地のサイズが大きいとその分長いバイアステープが作れます。そしてテープメーカーをご用意ください。今回はこちらの 18mm の幅のサイズのテープメーカーを使用します。それでは生地をこのように斜めに半分にまず折ります。そしてこのように少し斜めのところにこのように折り線をつけておきます。このように斜めの線が折れましたら、こちらの線の上をカットします。このように裁断できましたら、こちらの面をこのようにひっくり返していただきまして、この底のところときっちり合わせます。このように合わせましたら、生地がずれないように待ち針で留めます。このように待ち針を留めましたら、縫い代1センチで縫います。それではこちら縫い代をアイロンできれいに割ります。それでは作りたいバイアステープの幅に合わせて線を引いていきます。今回はこちらの 18mm のタイプのテープメーカーを使用してバイアステープを作ります。今回の生地がコットンの普通生地ですので 3.5 センチの幅で線を引いていきます。作りたいバイアステープの幅によってこのように生地の幅の目安を書いてくださっていますので、こちらを参考にこちらの幅は決めてください。今回は 3.5 センチずつ線を引いていきます。このようにこちらの線に合わせて 3.5 センチの幅で線を引きました。続いてこちらの線に合わせて 3.5 センチの幅で線を引きます。このように 3.5 センチずつの幅で線を引きました。こちら最後のところなんですけれども 3.5 センチの幅が取れていませんので、こちらの部分はカットしておきます。それではこちらの斜めの線のところとこちらの斜めの線を合わせていきます。まずこちらが表面でこちらが裏面です。そうしましたら中表にこのように一旦折っていただきまして、そして今このようなクロスになっていると思うんですけれども、そちらを上の方の生地をこの下の方のこの線に合わせます。そしてその時こちら
1つ目の端のところの1本目の線の角にこちらを合わせます。そして大体でいいんですけれども、縫い代1センチのこの幅のところに大体クロスが重なるような形で留めていきます。このように。そうすると1つずつずれて重なっているような形になります。こちらの2個目の線のところが裏側の1つ目の線のところのこのようにクロスで重なるような形です。このように中表に合わせました。大体でいいんですけれども、こちらの上の線とこちらの反対側の線がクロスになっているような形です。このように待ち針で留めましたら、こちらを縫い代1センチで縫い合わせます。それではこちらの端から縫い代1センチで縫っていきます。こんな感じです。このように縫えました。開いていただきましたら、こんな感じで一つずれてこのように縫い合わさっているような形になっています。一旦先ほどの縫った縫い代のところをアイロンで割っておきます。アイロンで縫い代をこのように割りましたら、こちらの端のところからこの引いた線の上をカットしていきます。こちら少し生地がずれているところは大体で合わせてカットしていってくださったら大丈夫です。この線がずっとこちらの端のところまでつながっていますので、ひたすらずっとカットしていきます。このようにひたすらカットしましたら、この長い 3.5 センチの幅の紐がこのような感じでできます。裁断するのが大変ですが、頑張って少しずつカットしてください。それではこちらカットした 3.5 センチの幅のテープをこのテープメーカーを使用してバイアステープに作っていきます。こちら最初の端の部分は不要ですのでカットしておきます。それではこちら生地の裏面の方をこのテープメーカーの方に入れていきます。このように 3.5 センチのテープを挟んで入れていただきまして、もしも生地が進みにくい場合はこういった目打ちなどを使用して押したりしてください。このように端が出てきましたら、こちらのこの持ち手みたいなところですね、こちらを持って引っ張りながらこのテープメーカーをこちらに引っ張っていただきましたら、このテープの端がこのように出てきますので、そちらをアイロンで押さえながらバイアステープを作っていきます。このように作っていきます。この縫い代の部分は少し進みにくい時がありますので、そういった場合も目打ちなどを使用して押してあげたりしてください。
このように最後までこのテープメーカーを進めていきます。ひたすらこのようにアイロンがけをしました。そうしましたら最後のところはこちら端のところも不要ですのでカットしておきます。このように長いバイアステープができました。このように丸めていますと使いやすいので、こちらの端の方から少しずつ丸めていきます。こちらで完成です。地道な作業が多いですが、長いバイアステープがあると何かと小物作りなどにも便利ですので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。